明治初年廃藩置県に際して美州徳川家の手より一度国有財産となった木曽の林業地域は同22年5月皇室財産として御料林に編入された。日本三大美林の一つと称せられるこの見事な天然林は以来民謡とともに木曽の御料林として人工に解釈され、皇室財産の中でも最も重要なるものの一つであった。昭和22年、ここに改めて国有財産となった木曽御料林は、再び木曽国有林として農林省林野局の管轄のもとに4月1日より新しき再出発の第一歩を踏み出すこととなった。木曽国有林は福島町に置かれた長野営林局の管轄下にあり、10カ所の営林所によって分割され、さらに細分して40の担当区に区分されている。そしてまた別に一つの運輸営林所があって、もっぱら木材の搬出運輸を干渉している。国有林の生産を永遠に付属し、施業を合理的ならしめるために、すべて施業案が編成されてある。地域的には事業区、分区、林藩、商藩と分割していき、商藩を単位として植伐事業の順序、数量、方法が計画される。そして伐採跡地の更新樹種としては、種としてヒノキが選ばれ、林伐期は120年としている。営林局計画課では事業区ごとに10年に1回、施業案の検定を行い、その都度植伐事業の基礎資料として森林区画の測量を精密にしている。そして林境を調べる。さらに知樹下草類の状態を調査する。あるいは成長水によって立ち木の直径成長を記録している。
民謡に歌われる木曽の名木、いわゆる木曽の五木とは、その天然林の私木をなすもので、林齢250年、30メートルに及ぶそれらの巨木は、棟高直径30センチより50センチ、平均45センチ。木曽の五木は植物分類学上、すべてこれ針葉樹類の旧家門松科に属するもので、木曽の地は緯度高度的に温帯に位置して、典型的なる針葉樹の群形を示している。ヒノキ属のヒノキ。同じくヒノキ属のサワラ。この手頭属のネズコ。アスナロ属のアスナロ、一名ヒバ。コウヤマキ属のコウヤマキ。海抜跡地は主にヒノキをもって造林するのを建前としている。これに要する苗木はすべて国有林の良木から種子を取って養成するが、良質の種子を生産するのを目的として、特に母樹林が育成されている。種子は10月中旬より11月上旬にかけて採取される。昔は枝のまま切り取っていたが、この方法は結局良質の種子をつける枝をなくすることになるので、現在では特に実の軽い専門の妊婦が枝から枝へと渡ってもっぱら休暇だけをもぎ取っている。採取された種子は天日乾燥を経、観光生炭の一部を使用してさらに夏季乾燥される。この乾燥棚は同時にふるいになっており、乾燥に伴い脱流される仕組みになっている。これをさらに遠見によって風洗する。かくして精選された種子は乾燥剤アドソールなどを同封して風穴に貯蔵し、播種に備える。種子は当局林業試験場発明にかかる還元法によって科学的にも鑑定される。まず種子の一部をもぎ、それを水で潤した鑑定紙の上に並べる。かくしておよそ2昼夜放置しておけば、胚の変色の程度によって種子の活力を鑑定することができるのである。春になるとまず養父事業が開始される。苗穂を耕し堆肥を入れる。ここでは苗木の根を食って害を及ぼすコガネムシの幼虫を閉止させるために、天敵の利用としてこの時特にヒザリアコガネ菌を混入するが、これは非常に良好な成績を収めている。
むために藁を敷く。それからだいたい3週間から4週間目、発芽と同時に藁を除いて日追いを作ってやる。20年目の秋、直径7センチから8センチぐらいになって初めて間伐のノコが入れられる。しかもなおブイク作業は決してそれで終わったのではない。さらにまだ害虫に侵される憂いがある。林内には巣箱をかけて小鳥を繁殖させ、これらによって害虫を駆除する。人ともに喜び、人ともに苦しみ、人ともに生きる。そして人ともに老いた人たちはすくすくと育っていく林木を見上げて、山の一生を少しの悔いるところもない。いな、ここにこそ自分の生命が
あそこまで、そしてこんなに太く育ったのだ。時は移り、人は変わる。しかし山に生きる人たちは決して疑わない。次の人もその次の人も必ず自分と同じように木を愛し、人ともに生きてくれることを信じているのである。今、ここに明治年間、御陵林時代の初期に植え付けられたヒノキの人工林がある。1ヘクタールあたり850本、蓄積360立方メートル、直径最大33センチ、平均25センチにまで育った。かくも見事に育て上げられたこの努力の結晶も、しかもなお心なき人の不注意によって一朝にして右右に帰する恐れがある。我が国の森林火災による損害は年間約3万ヘクタール。我が国は戦争によってその木材資源の実に 37% を無益に浪費してしまった。乱伐に次ぐ乱伐、かくして残されたハゲ山は日照りが続けば干ばつを招き、ひとたび雨ともなれば恐るべき洪水の最大原因となる。伐採後の根株が腐食してしまえば、もはや水を土をとどめる何者もない。恐るべき洪水の力は下流へ下流へとその破壊の速度を増していく。しかもなお純林業的な見地から言っても肥沃な表土を剥ぎ取られ、土砂の露出した山腹に造林することはもはや容易なことではない。そもそも基礎国有林は実質的に秩父湖西層よりなる中部以北と石英半岩よりなる基礎中枢部と奇石安山岩よりなる御嶽山塊と花崗岩よりなる木曽川左岸及び南部木曽地方とから構成されている。そしてこの花崗岩地質こそ神戸の六甲山のごとく最も荒廃を招きやすい地帯なのである。そのため施行案でも全時海抜地を減少して宅抜地を増加していく方針が定められている。そして崩壊の始まった林地は砂防工事を行い、一日も早く元の姿に返さなければならない。三福港、丸太積港、粗田積港、変作港、蚊やその他の筋港などを施し、かつこれに草株や樹木の苗木を植えて土を締め、ところどころには水路を設けて流水を適当に導き、土砂の崩壊を防止する。一方、谷間には景観港、石燕堤、谷留石積港、護岸石積港などを施して渓泉の荒廃に備える。かくして数年を経た後に、初めて荒廃した山腹は緑を取り戻し、やがて造林地として復活するのである。基礎の人工林では間伐の他には未だに種伐は行われていない。現在伐採されているのは全てこれ天然林である。施行案においても当分の間は天然林の卓伐の方針が定められている。伐木する前にはあらかじめ立ち木が調査され、選木された立ち木には一本ずつ刻印が打っていかれる。そして春早くから山々で一斉に伐木が始まる。樹齢はおよそ250年から300年、直径50センチ前後、樹高は27、8メートルを普通とする。切り倒された造材はその場で直ちに展示され、切り版と刻印が入れられる。
切り半のみ、あるいははっきりのみと呼ばれている貝型ののみで、手早く抜出値、樹種、直径、長さ、増材粘度が符号で刻み込まれる。被災地の規模、海抜、角抜の相違、地形の変化、雲台の距離等によってスティームエンジンによる集材機、ガソリンエンジンあるいは木炭ガス発生機付きのエンジン集材機により、または昔ながらの修羅や金間の工法が適当に選ばれ組み合わされて軌道沿線まで運び出されてくる。かくして集められた増材は脱出地の変わるごとに移動する軽便な作業軌道や半永久的な森林鉄道に連絡して中央線の駅土場まで搬出されるのである。
に到着した木材はさらに樹種、鮮明、品質等をいちいち再検知する。特に有料材にはむしろをかけて日割れを防止する。ここに新しき出発をした木曽国有林は新しき民主日本を再建する文字通り再建の骨組みを作る重要資源の第9源地として今やますますその重要性を加えられいよいよ国民の期待を深めつつある。木曽谷は由来良材に富んでいた。しかしそれはまた糧食に不足してきた同意のでもあった。谷間の狭い耕作地にはわずかに土地の住民を3、4ヶ月養うに足る作物しか取れない。今やこの時にあたって山に働く重労働者たちにとっては食料の逼迫が木材生産の最大の愛路となっている。しかし今こそ木曽の木々を愛するがゆえに日本の再建を達せんがためにこの時にあたってこそ木曽に生きる者たちは木曽の木々を守り育てる。水清き木曽の流れに緑濃き木曽の山々に美しき木曽の自然に抱かれて受け継がれたこの山の恵みを素朴なる愛情を込めてたゆむことなき努力を続けて永遠に人々は育み伝えていくであろう。